1月上旬のある日、今日から9日間のイタリア旅へ出発です。私はここフィンランドのバンター国際空港から出発。今回一緒に旅する父と妹とはローマのフィウミチーノ空港で落ち合う予定です。大好きな映画を見ながら乗る真夜中の飛行機。ラトビアのリガ空港で乗り換えてバルティック航空の飛行機に乗ってローマへと向かいます。めちゃくちゃ曇ってますが、イタリアのローマフィウミチーノ空港に到着しました。わーい、やっぱり全然フィンランドと雰囲気が違くて面白い。無事ローマのフィウミチーノ空港に到着しました。やっぱりヘルシンキと全然違くてすごい活気があって、なんだか東京を思い出します。で、今回の家族旅はトリファの海外 eSIM を使ってみようと思っていて、私いつも海外旅行の時には、物理 SIMだったりとか、あとはレンタル Wi-Fi とかを使ってたんですけど、やっぱり物理 SIM の入れ替えだと結構ちっちゃくってものすごい大切なのになくしそうになったりとか、あとレンタル Wi-Fi だと、充電のバッテリーの心配だったり、荷物にもなるので、ちょっと今回は父も妹もいるということで、よりスムーズに調べたいと思った時にちゃんとネットが使えるようにトリファの海外 eSIM を使ってみようと思います。事前にフィンランドの方でダウンロードしたりとかインストールは旅行前にすることっていうのに沿って済ませているので、現地での接続作業をこれからしていきたいと思います。現地でやること、回線の切り替え、手順を確認できるモバイル通信で機内モードをオフにする。チェックもあるのすごい安心ですね。よし、ちょっとやってみようと思います。今機内モードになっているので、普段使っているデータの回線をオフ、ローミングをオフにしておくと高額請求が防げるので、これをまずして、で私は名前を変えて事前にトリファイタリアっていう名前にしてるので、これをオンにしてデータローミングもオンにして機内モードをオフにする。来た、なった。チェックをします。よし、設定完了しました。来る前にインストールした時も結構いくつか不安なことがあったので、カスタマーサービスに確認したんですけど、もうかなり早く返信を分かりやすくくださったので、接続とかで不安がある方もチャットサービスに相談できるので、とってもおすすめです。24時間対応しているので安心して使うことができるかなと思いました。よし、ネットもつながったことですし、今日はこれからこの後妹とお父さんが夜の10時ぐらいに到着する予定で、今まだ3時25分なので、これからちょっとのんびり空港の中を散策してちょっと作業しつつ父と妹の到着を待ちたいと思います。一安心。父と妹が来るまで空港にて、まずは手始めにジェラートと、イタリアに来て初のパスタです。カルボナーラ、美味しいかな。カルボナーラをいただきました。空港のカルボナーラ、それほど期待してなかったけれど、パスタが固めで味付けもオーソドックスな感じで美味しかったです。すごい6ヶ月ぶりに会います。いやー、久しぶり。お疲れた。本当に疲れた。もうお疲れ様。もうタクシー乗ろうと思って。つながった？
全然動作問題ない？問題なし。おおすごい。ちーちゃんは？かおおったすごい早い。しかもすごいよし、こんな感じでトリファの eSIM は eSIM のまとめ買いを1人がして、それをこう周りに譲渡するっていう機能があって、例えば友達の旅行とか、今回みたいな家族旅行で1人がまとめて購入してみんなに eSIM を送れるっていう機能があります。で複数購入による割引とかもあるので、友達とかグループで行かれる方はぜひぜひこの機能を使っていただくとお得で簡単に渡すこともできるので、とってもおすすめです。ちゃんと 5G 5G になってる。あ、本当だ。私も 5G になってる。そう、さっきからさ、もう動画見まくってるけど全然問題ない。無制限。よし、じゃあちょっとこのトリファの eSIM に頼ってこれから市内の方に、ホテルの方に向かいたいと思います。恒例の海外タクシーあるある。運転手さんが友達と電話しながらの車内で、私たちはうとうとしながらホテルへと向かいます。ここだ。お、待って。あ、待って、広い。すごい。十分。なんだ。すごい。ねえ、広いね。いい匂いするし、ねえ、いいじゃん。すごい。やっと着いた。お疲れ様。お疲れ様。こっちはどんな感じだ。どうだ。お、待って。あ、普通にいい感じ、清潔で。はいまずこちら、私が小学校の頃に大好きだったリラックマのシール帳でございます。そうなの？そうなんです。昔を思い出して買ってしまいました。うわー、すごい。一番私が気に入ってるページです。じゃん。うわー、おにぎり。そうです。ご飯のシールです。これはすごい。ねーねに昔買ってもらったああ、一番最初に買ったやつ。そうだ、まだボンドロシールがそんなにそう来てなかった頃。そうでも一番お気に入り、これがかわいい。一番増えても。でその後買ったおにぎり、わあ、一押しは天むすで、あとここも好き、あわわちゃん。わあ、懐かしい。あわわちゃんそう覚えてる。小学 1,2 年生の頃好きだった。そうだったんだ。ねえねえ、もこれはちーちゃんがなんと日本から送ってくれたシール交換を私としてねっていう交換条件に送ってくれた、多分ちーちゃんが欲しいであろうものたちが入っております。じゃあシール交換しよう。やったー。はーい、じゃあはいどうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。拝見いたします。拝見させていただきますいやー、じゃあ醤油をどうぞ。いただきます。かわいい。これをね、ご飯と納豆と一緒に、醤油。そう貼るのかわいい。うこちらわー、を贈呈します。ありがとう。嬉しい。こじこじのうわー、かわいい。これはちょっともう一番のあげられない。誰にも交換する人いないけどあげられない。かわいい。いいよ。全然。あ、かわいい。ぴったり。かわいい。作ったの。あ、これねえねが作ったんだって。すごい。プレゼント。ありがとう。ちょっとフィンランドには毎日使う。かわいい。ちょっと寒くない？でも大丈夫？全然日本の寒さはこれでしのげる。確かに東京の寒さは。フィンランドはちょっとしのげなかったので、ちーちゃんに贈呈しました。かわいい。このいいね、水色とグレーの組み合わせ。ね、やったー。これつけてこ明日からメッチとリンゴッチ欲しい。いいよ。
親父っちじゃん。いいよ。いいの？どの親父っち？怒ってるめめっち。いいよ。いいの？やったー、やったー、初めてのシール交換ありがとう。どうしよう、どこに貼ろう、もらったやつ。こっちから入る。あれ？こっち？入る。多分ここから。イタリア旅2日目の朝、安かったのでつけてみたホテルのビュッフェが楽しい朝。夢。小麦気をつけてね。今日から本格的に街歩きをするので、たくさん食べてエネルギーをつけておこう。おはようございます。おはようございおます。はようございます。今日はローマ1日目、昨日1日目で到着して、実質1日目か。で、コロッセオを事前に予約してチケットを予約してあるので、そのチケットについてるパラティーノの丘とフォロロマーノだっけ、に行きます。これはチケットが必須で、結構前に予約しとかないと売り切れそうだったので、必ず予約がおすすめです。で、コロッセオが2時15分からとかなので、午前中は雨予報だったんですけど晴れてきたので、パラティーノの丘とフォロロマーノに行って、あと真実の口とかトレビの泉とか行けたらいいねっていう感じで、無理せずでも回っていこうと思います。で、夜ご飯はイタリア人の知り合いが教えてくれた美味しいレストランがあるので、そこに行きたいと思います。わーい、楽しみ。スリに気をつけていきましょ本当にしっかりうね。しっかりセキュリティバッグバッチリできまー。ですきます。おい、似合ってますね。ありがとうございます。48時間券、15ユーロ、でカード、来た。3枚同時かな。多分1回きりの券だと100分乗り放題で3ユーロなので、全然観光する方はこっちの方がおすすめだと思います。Now he might have played this tune on a harp or a bassoon, but he played it on his fiddly-dee. Joseph met a girl last spring who said, come up and bring a ring. Joseph had no ring to bring, so he brought his violin. A cunning B-flat grin hung from his whiskers. ここフォロロマーノは約2000年前の古代ローマ遺跡で世界遺産に指定されています。フォロロマーノというのはローマ市民の広場という意味で、政治・宗教の中心として栄えたそうです。本当はもっと映像を撮りたかったのですが、この後雨が強まってこの目に焼き付けるので精一杯でした。とにかく規模が大きくて圧巻の一言。当時のローマ帝国の栄華を感じる遺跡探検でした。お次はフォロロマーノの近くにある真実の口へ記念撮影をしにやってきました。雨に打たれたくさん歩いたのでお腹がペコペコ。真実の口近くにあるレストランを Google マップで検索して出てきた良さそうなお店に入りました。どれも無難に美味しくて、私はピザが好きでしたが、カルボナーラのチーズが割と癖の強い香りで、ちょっぴり好き嫌いが分かれるかもなと思いました。お
次はついにコロッセオ。会場に上がる前の地下にモニターがあって、当時の様子などが流れているので、それを見てから上に登るとさらにイメージが膨らんで迫力を感じられる気がします。コロッセオのお土産屋さんが可愛くてテンション上がる。He played this melody as plain could be. Now he might have played this tune on a harp or a bassoon, but he played it on his fiddly-dee. カエサルって有名で、ローマ皇帝。ローマ皇帝カエサルのマグネット。あ、ここか。朝通った。だからこう見たよね、朝。なんかすごいきらびやか。3人とも疲れ切ってしまって、今日の夜ご飯はレストランとか外ではなく近くのスーパーでいろいろ買ってきました。これが白ワインで、あとサラミと、これがピザかな。ピザです。あとトマト、あとはなんとカップヌードルが売ってたので買ってしまいました。ホテルのお湯使えるらしいので、カップヌードルとポテチです。今日は晩酌をしてのんびりみんな休もうと思います。じゃあ、はい、乾杯。美味しい。旅の記憶って不思議とこういう何気ない瞬間がキラリと胸に残っていたりするなと感じる最近です。すごいイタリア風味。ハーブの香りするよね。うん、する。これがハーブだな。麺はでも一緒な気がするけど。3日目の朝もホテルの朝食ビュッフェからスタート。今日はバチカンへ行き、美術館を見て、その後は昨日行けなかったトレビの泉やスペイン広場、そして夜はレストランへ行く盛りだくさんスケジュールです。まずは事前にオンラインチケットを買っておいたバチカン美術館へ。左側が当日券の列なので事前に購入しておいて本当に良かったです。聞こえる？標高宮殿内にあるバチカン博物館には、すごい。番号サインってダメだね。一番最初これを押して1番を押して
めは下のレモネードと上のなんかヨーグルトベリーみたいなやつがすごい大当たりです。あとバニラも美味しい。ジェラートで糖分補給した後はサンピエトロ広場へ。サンピエトロ寺院は長蛇の列だったので諦めて、広場でのんびり昼下がりの時間を過ごしました。その後は近くのお土産屋さんをプラプラして、広場へ向かう途中で列ができていて気になったパスタのお店へ行ってみることに。これか。おいしそう。お値段もお手頃でありがたいです。イートインスペースがほとんどないので、みんなお店の前で食べていたけれど、旅の途中でサクッと食べたい時にはちょうどいいかも。美味しそう。たっぷり、食べてください。香りがいいんですか？食べる？いいの？いただきます。やったー。うわー。味を見てね。チーズも入ってるこれ。これなんかパスタ。あったかいのがいいよね。美味しい？ちょうどいい塩気。美味しいね。おー、すごい。ローマの休日だ。ローマの休日でおなじみのスペイン広場へやってきました。かの有名なトレビの泉にも、教科書やテレビなどで写真や映像、その名前を聞きすぎて、これが本物のトレビの泉かという不思議な気持ちになりました。こんなものを街のど真ん中に作った古代ローマ人は本当にすごいです。かつてはイタリアに来たらゲットしようと思っていたビアレッティ。コーヒーのカフェインが体に合わないことが分かったので、唇を噛みしめながら眺めました。その後はお土産屋さんをふらりふらりと覗きながら夜ご飯のお店へと向かいます。半年ぶりのユニクロもちらりと覗いて、夜ご飯はイタリア人の知り合いに教えてもらったこちらのお店へ。基本的に予約が必要なようですが、早めに行ったおかげかカウンター席に運よく入ることができました。この恐竜と、この日も軽くシール交換をたしなんで、心地よい旅の疲れの中、泥のように眠りました。横島な目をしてるゴザルッチ。イタリア旅4日目の朝、今日はローマを離れてナポリへと向かいます。旅の疲れが出る頃、ビタミンもしっかり摂取していこう。もちろん糖分も。12時過ぎに
ローマのテルミニ駅出発の便なので、朝ごはんを食べたら早速向かいます。メトロを降りたら、このトレインステーションの矢印に沿って進んでいくと、乗り場に着きました。無事乗り場もチェックできたので、お昼ご飯を買っていこう。乗り場のすぐ上に美味しそうなサンドイッチ屋さんを見つけたので来てみました。野球のグローブくらいありそうなとてつもなく大きなサンドイッチをゲット。美味しそうです。ヨーロッパのバスや鉄道はオミオアプリが便利。しっかりスーツケースを置けるところもありました。約2時間の鉄道旅。ちょっと課金してテーブル席にしてよかった。ご飯も食べれるし、パソコン作業もできそうです。また来た。これ全部ワイン畑。流れゆく景色を眺めていたら、あっという間にナポリに到着しました。なんか本当物語の世界みたい。世界だ。ナポリの宿は世界遺産にも登録されている歴史地区内にあるこちらのホステル。レセプションは2階にあって、エレベーターは1階から3階までの直通のみ。レセプションで鍵とコインを受け取ってからという感じでした。This is the garden. It's open until midnight. That part here you can stay until whenever you want. Yes. As long as you're quiet. Okay. Explore and find the bunny. Okay, There. thank you. Thank you. I'll show you to your room. Yes. Wow, nice. Wow. A kitchen upstairs, and there's also like a terrace like up there, and the view is great. You can see the castle from there, so I recommend checking it out. Yeah, thank you. I'll Hi. check. Thank you so much. Enjoy your stay. If you have any questions, you know where to find us. Yes, thank you so much. Grazie. 古い建物に新しくリノベーションみたいな感じでホテルをね。わあ、すごい。ベッドめっちゃ可愛くない？可愛いよね。すごい。 4人分あるよ。窓を開けると。海が見えるの。すごい。キッチンとね、テラスがあって、すごい。すごい。うわ、かわいい。お城が見えるって。待って。わあ。すごい。あれは噴火した山なので。あ、そうなんだ。ポンペの。すごい。すごい。ねえ、すごい。あれはだから噴火した山で。どこかにラビットがいるから探してみてって言ってた。屋上から続くここの部屋はリアルティもある。わあ、電子レンジもある。
ても素敵なホテルに大満足で、夜ご飯を求めて夕暮れ時の街へと繰り出します。ナポリの旧市街地は活気があって、どこか東南アジアのようなエネルギーも感じられて楽しいです。Google マップで見つけたお店に入ってみることにしました。ここが大当たり。外の飾り付けもね。ここで食べた海鮮パスタがこの旅行中の私的ベストフードと言っても過言ではないくらい美味しかったです。ピッツァ。ピッツァ、Thank you。ボナペティート。Thank you。すごい大きい。すごい。前のやつはな、チーズがいっぱいあったから、日本人にはなんだな。これはまあ。それはうまい。満腹幸せ気分でホテルへ戻って、夜の屋上テラスからの眺めを堪能。今日もぐっすりと眠りに落ちました。イタリア旅5日目の朝。今日はあいにくの雨予報だけれど、今はまだ降っていないみたい。このまま晴れてくれ。なぜかウサギに懐かれている父を発見。今日はナポリから鉄道に乗って1時間ほどの距離にあるポンペイへと向かいます。ナポリは乗り降りする際にクレジットカードをピッとすれば OK みたい。朝ごはんはポンペイ遺跡までの道のりで通りがかったお店へ。ここお手頃で美味しかったです。ちーちゃんの選んだこのクロワッサンが一押し。ポンペイは約2000年前のベスビオ火山の噴火によって一瞬にして火山灰に埋没した古代ローマの都市です。都市全体とその住民たちが灰の下に隠され、それが皮肉にも乾燥剤の役割を果たし、まるで時が止まったかのように当時の姿がそのまま保存されています。大通りや居酒屋、洗濯屋さんなど当時の人々の生活の様子が等身大で伺えて、とっても興味深い。まだ全体の3分の1は地中に埋もれたままらしく、今でも発掘が少しずつ進められていて、その過程を見ることもできました。遺跡内のレストランでお昼ご飯。ウインクしてくれたおじちゃん、可愛かったな。江戸戦記ねえ。
これはなんだろう、水道、水飲み場みたいなうん、すごい楽しみ。浴場だったそうです。すごい。すごいね。お風呂場だったんだ。羽が残ってて、それに目がつで使わせるのかな。そうなのかな。再び鉄道に揺られてナポリの旧市街まで戻ります。今日は一日中歩き疲れて外食する余裕がなかったので、テイクアウトできるお店へ。早めにホテルへと戻ります。美味しそう。これがなんかバジルのやつ。カルボナーラ、マリトッツォとカンノーラとマルゲリータだです。じゃーん。すごい大きい。わあ、いただきます。全部でどれぐらいだろう。 4.5 ユーロ、7ユーロ、773421、30もいかない。夜ご飯デザートも付き。わかりました。ありがとう。どういたしまして。アマルフィでの素晴らしい一日になることを心から願っています。最後に現地で役立つ100倍ぐらい返されたんだよ。このマリトッツォとカンノーラがめちゃくちゃ美味しいですね。ちーちゃん。美味しい。クリームがちょっと酸味があって、多分なんかクリームチーズがちょっと混ざってるのかな。だから全然くどくなくて、クリームそんなに好きじゃないって方でも絶対食べきれると思います。おすすめです。そう、多分これはカンノーラはもともとリコッタチーズとかが混ざってて、でこっちのマリトッツォもなんかちょっと酸味のある乳酸菌っぽいクリーム、で真ん中にカスタードが多分入ってて、でも美味しいです。おすすめです、このカフェ、おすすめ。父はこれを食べて開口一番、クリームパンみたいだなと言いました。山崎の山崎のクリームパン違うよ、全然。食べる前はじゃあ何だと思ったみたいな。何でもいいね。イタリア旅6日目の朝。6日目にしてちーちゃんがついにダウン。喉が痛くて体がだるいとのことで、熱が出る少し手前の症状。ここで無理をしてしまうと残りの旅程も楽しめないし、加えて今日はあいにくの天気。悪化するよりはホテルでのんびり休養を選んで、今日は私と父だけでアマルフィを目指すことになりました。ナポリ中心地からアマルフィまでは鉄道とバスやフェリーを乗り継いで片道2時間ほど。フェリーに乗ってみたかったのですが、今日は悪天候のため全便休航ということでバスで向かうことにしました。サレルノ駅でバスへと乗り換えます。バス乗り場があまり目立たないのと、チケットの買い方が分かりにくいのでちょこっと注意です。この売店でこっちに行こう。乗り場はここです。近くのパティスリーでクロワッサンをゲット。降り出した雨の中、ベンチで雨宿りをしながらの朝ごはんです。ちょっと笑えないくらいの悪天候。雨というかもはや氷が降ってきました。明日はフィレンツェに移動なので、アマルフィに行けるのは今日一日だけ。悪天候の中ですが、冒険のような気持ちで向かいます。いつもはおそらく海岸沿いを走るバス。今
今日は迂回したのか山側の道をずんずん走っていきます。ものすごい地形と街並み、これが見れたのも今日ここに来たから。海が見えてきました。曇りでもわかるこの海の青さ。ついにアマルフィに到着しました。アマルフィ自体は小さな海辺の町で、オフホワイトや黄色を基調とする家々が切り立った海岸に張り付くように密集していて、夏にはリゾート地として多くの観光客でにぎわうそうです。夏の晴れの日には眩しいくらいの美しさなんだろうなと想像します。ちょうど私たちが到着した頃に雨が止んでくれました。オフシーズンということもあってか、空いているお店も少なかったのですが、街をお散歩したり、日本の和紙にも似た手すきの紙が作られている小さな紙の博物館を覗いてみたり、アマルフィ名物のレモンのシャーベットを食べてみたり、これとっても美味しかったです。ピンクのあれも可愛い。これがレモンの茎なのかな。美味しい。昨日気分を高めるために見たアマルフィ女神の報酬のラストシーンの天海祐希さんが最高にかっこよかったことを思い出しながら、帰りは海岸沿いをバスに揺られて鉄道に乗り継ぎホテルへと戻りました。いつかまた今度は夏の晴れた日にのんびり来れたらいいな。ちなみに父はアマルフィを熱海みたいな感じだったぞとちーちゃんに伝えていました。イタリア旅7日目の朝、今日はナポリを離れてこの旅の最終地点であるフィレンツェへと向かいます。朝ごはんは昨日の余りと父が持ってきてくれていたお味噌汁を。味噌汁を食べました。ちーちゃんは風邪薬を飲んで一日たっぷりと休んだら全回復したみたいです。悔しかっただろうけど、昨日休むことを選んで本当に良かったね。景色も猫とウサギのいるお庭もお部屋のインテリアもスタッフさんもとっても素敵なホテルでしたが、シャワーがしばらくすると水になってしまったり、階段が多かったり、夜の旧市街の治安が不安だったり、快適さをそれほど求めないタフめな旅人にはこの上ない滞在先だなと思いました。猫たちにも挨拶をして3泊過ごしたナポリを後にしました。ナポリからフィレンツェまでは鉄道で約3時間。イタリアの鉄道は快適なので、むしろ乗っていて楽しいことはすでにローマからナポリで予習済み。パソコン作業などをしたい人や3人から4人旅の方はテーブルのあるこのボックス席を予約することをお勧めします。すっかりマリトッツォにはまってしまいました。フィレンツェ・サンタマリア・ノベッラ駅に到着です。天気も良くて街が綺麗。
ルームツアーしますよ。ちょっと失礼いたします。入りまして、3つ。すごい。ちゃんと暖房も効いております。ね、で冷蔵庫もちゃんとありまして、でも眺めが、絶景が、これは何の教会でしょう。あ、そうだ、ケトルも沸かせます。コーヒーもよかったです。あ、いい感じ。シャワーもあってドライヤーもあります。あ、アメニティもある。珍しい。シャワー、シャンプー、おー、珍しい。まあでもここについてないからってことか。でトイレもあって十分良いです。小さなテラスや共用のキッチンもありました。さて、16時からウフィチ美術館のチケットを取っているので、それまで街巡りに出かけます。フィレンツェは革製品の名産地。そして街全体が世界遺産に登録されていて、目に入る景色すべてが美しいというなんとも贅沢な場所。アマルフィの映画の。すごい。そこに偶然集ったいろんな国の人たちが彼の声に心をつかまれて同じように拍手をする。なんだかとってもいい時間でした。気になっていた文房具屋さんへとやってきました。ここイルパピロは渦巻きや筋を重ねたマーブル模様の紙製品が並んでいて、その一つ一つが職人さんによって手作りされたものだそうです。お店の奥では時折その実演が行われることもあるみたい。まるでクジャクの羽のような、魚の鱗のような不思議で美しい模様に、ちーちゃんも私もテンションが上がっております。しおり、素敵。周りが川になってるね。クジャクの羽みたい。かわいい。かわいい。私は母へのお土産にこのしおりをゲットしました。その後も16時からのウフィチ美術館まで近くをのんびり散歩しました。私のがいちごとピスタチオで、私がレモンとミルクチョコレート。美味しそう。乾杯。で、父はミルクチョコレートとバニラです。いただきます。いただきます。すごい柔らかいよ。おいしい。わー、ナイス。とって
ても美味しいジェラートで小腹を満たして、いざ美術館へと向かいます。ここウフィチ美術館はイタリアルネサンスの宝庫とも言われている美術館です。建物はもともとトスカーナ大公国政府の正庁舎として使われていたもので、ウフィチという名前も英語でオフィスという意味だそうです。近代型の美術館としてヨーロッパ最古と言われ、収蔵作品はイタリア国内で最大の質と量を誇ります。教科書や私も大好きな某飲食チェーンなどではよく見ていたボッティチェリのヴィーナスの誕生。色が本当に綺麗で、描かれている細かな花々に惚れ惚れとしてしまいました。こちらもボッティチェリの春という作品。こちらも言わずもがなの名作。理由はうまく言葉にはできないのですが、実際に目の前に立つと引きつけられるような引力を感じました。こちらも色とりどりの小さな花々が綺麗で、この作品の中に200種類近くの草花が描かれているそうです。じゃあフィレンツェでちいちゃんもPoi c'è un timer, tutta una serie di condizioni, devi stare fermo, l'attrezzo deve essere fermo per un po' quanto tempo, うまい。生ビールかな。美味しい。おー、かぼちゃのリゾット。Okay. Later this to share. Yeah, thank you. Number one. Grazie. 美味しいね。お米美味しい。美味しいシーフード。カーテンレスにこうカーテンの間からこう。イタリア旅8日目の朝。最終日の明日はほぼ移動なので、実質観光できるのは今日がラスト。今日はフィレンツェに行くなら絶対に行こうと決めていたとある薬局へ。こちらは現存する世界最古の薬局、サンタマリア・ノベッラ薬局です。1221年の創業以来800年以上天然原料にこだわり、その伝統的な手法を守りながら香水や石鹸などの素敵な香りのものたちを作り続けています。私はここのポプリとフリージアという名前のミニ香水を持っているのですが、ポプリの香りが大好きで、いつか香水を買いたいなと思っていました。とてもいい香りのする背筋が伸びるような美しい店内で、たくさんの香りをおすすめいただき、こだわりの香水をゲット。もちろん東京でも買えるけれど、こうしてここを訪れて迎えた香水はきっと素敵な香りとともに楽しかった家族とのイタリア旅行の日々を思い出させてくれるのだろうなと想像してはワクワクする、とても嬉しい時間でした。
その後はお昼ご飯やお土産を探しにホテルの近くにあるマーケットへ。1階はいろいろな食品やお土産が売っていて、2階へ上がるといろんな飲食店が集まっていて、フードコートのようになっていました。私たちは結局別の場所にある気になっていたサンドイッチ屋さんをはしごすることに。店員さんが陽気で3等分してくれたりして優しかったです。11個のシティに来た。いただきます。日本にも来たことあるの？日本の11個。すごい。おいしい。そしてこちらはローマの駅で鉄道に乗る前にお昼ご飯をゲットしたあのサンドイッチ屋さん。ボリュームたっぷりで美味しくてお手頃ですっかり虜になってしまいました。なんか生ハムの種類違うよね。いただきます。美味しいサンドイッチをたらふく食べたら、晴れの日のフィレンツェの街をお散歩。昨日とっても美味しかったので今日も来ました。ちーちゃんは何ですか？とミルクチョコとネーネが昨日食べてたピスタチオが美味しかったので真似しました。ピスタチオだ。みんなピスタチオ。そう美味しかったから。少し丘を登ってフィレンツェの街を一望できるミケランジェロ広場へ。ちょっぴり歩き疲れたので街中の気取らないカフェで一休み。チャキッとした優しいお姉さんが明るく切り盛りをしていてとても良かったです。先ほどゲットしたダビデのマグネットを自慢しています。すごく良かった。ないか、ちーちゃん持ってないよね。持ってないね。セントしかない。あー、そっか。偶然見つけた古着屋さんで可愛いトートバッグと出会ったり、とっても楽しい街歩きでした。最後の夜は私たちらしくホテルで晩酌。晩酌、最後の晩酌。お疲れ様でした。美味しいビールを知って飲みやすい。ブランクっていうフランスの。I'm okay っていうこと。自分大丈夫ですよって言うよね。なかなかな。それだからそれが経験なんだよ。楽しかったイタリア旅も今日で終わり。朝はホテル近くのマーケットで朝ごはんとお土産を調達しました。今日は再びローマへ戻って、この旅の始まりフィウミチーノ空港からまたそれぞれの家へと帰ります。鉄道の時間までまだちょっとあるので、ドラゴンボールとコラボしていたケンタッキーをつまんで、9日間の旅、そしてお土産を詰め込んだカバンのすべて。今回も機内持ち込みだけで旅をしました。
さて、再び鉄道に揺られてローマ、そして空港へと向かいます。イタリア9日間、ローマ、ナポリ、フィレンツェを巡る家族旅。たくさんのものを見て、食べて、触れて、盛りだくさんのとっても幸せな旅でした。ありのまま楽しめたのも、一緒に旅をしてくれた2人のおかげです。ありがとう。そしてこの長い動画を最後まで見てくださり、本当にありがとうございました。少しでも旅の参考になったり、共に旅をしている気分になってくださっていたら嬉しいです。この旅の思い出を温めながら、また日々をコツコツ丁寧に積み重ねていこう。Glad you came.